盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね初心者さんが、盆栽枯らす理由というか原因トップ5みたいなそんな感じで、やっていこうかなと思います。本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。YouTube のね概要欄説明欄というかそっちから下どっかクリックしたらねメールアドレス登録するだけで見れるようになりますんで、もしよかったらそちらでも、枯らさない塾勉強してみてください。はい、本題に入ります。初心者さんがね盆栽を枯らしてしまうというのはよくあることで、その枯らす理由も様々あって、その中で僕が個人的に勝手にトップ5作ったんですけど、このトップ5せめてこの5つを、守っていただけたらかなり枯れる率が下がるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速ね第5位第4位みたいな感じでいっていきますんで、はい、じゃあまず最初に第5位で、はい、ちゃんと、相性の悪い作業を一緒にする。これが良くないということなんですけども、どういう意味かと言いますと盆栽の作業いろいろあるんですがやっぱその作業をねしたらやっぱ盆栽に少なからずダメージが与えられる場合がほとんどなんですけども、その中でもこの作業とこの作業を一緒にしたら良くないみたいなのがねあったりするんですね。で代表的なとこで言うと一番なかなかしないとは思うんですけど、分からない人は分からないか、芽切りとね芽切り直後に植え替えみたいなもうあれは多分一番悪いんじゃないかなと思いますね。植え替えしたらやっぱ根伸ばしてほしいんですけどねその木にね。でも上の新芽を切ったらその根を伸ばす力がかなり弱まります。その新芽の力で根を伸ばすみたいなこともあるんで、だからもう芽切りをして植え替え一緒にしたとか、そういうのはかなりきついんじゃないかなと。あとそうですね針金と植え替えぐらいだったらいけるかなとかね。でも針金かけて植え替えしてそれはいいか。だから植え替えした後に肥料をすぐいっぱいやるとかね、これも良くないですね。根っこ伸びていくに肥料ねいりそうなんですけど、切ってすぐってね肥料やったらちょっと肥料で傷むみたいな、細かいメカニズムはさておいてそういうことが多々ありますね。そういう相性の悪い作業、なんならもう相性の悪い2つだけじゃなしにもう3つも4つもそんなにはないか一緒にいっぺんにねしすぎたりとか結構枯れやすい場合が多いんで、これは気をつけてください。はい、では続いて第4位ですね。はい、じゃんと、薬剤散布ですね。いろいろ注意点多いんですけど、種類とかタイミングとか、薄め方ですね。1000倍で薄めるんか2000倍で薄めるんかとかね、そういうとこもあったり、暑い時期にやっちゃダメな薬剤だったり、そもそも樹木類に登録してるかどうかってすごい大事なとこなんですけど、まず樹木類に登録されてる薬剤でないと散布しちゃダメなんですね。はい、そこをしっかり守るみたいな、はい、まずはそこなんですけど、あとはやりすぎっていうのは当然あるんですね。何ヶ月か空けないといけないのに、しょっちゅうやるとかね。あとはそうですね木をダニがついてるのにダニじゃない薬剤をかけるとかね、もうその種類の間違いですけど、やっぱその症状に合わせて薬剤をやるっていう、菌にやられてたら菌を治療する薬剤だったりとか、菌を防ぎたかったらその菌が入り込む前のね防ぐ用の薬剤をやってみたりとか、そういう薬剤散布の間違いが、ない方がいいと。ただこれがねいろいろここに薬剤並べてね事細かに説明できたらいいんですけど、なかなかこれデリケートな部分なんで、ただでもねこれ大事なとこでもあるんですね。はい、そのあたりを、説明しにくいんですけど気をつけてやってくださいということで、はい、4位は以上です。では続いて第3位ということで、じゃんと、はい、植え替えですね。ここにも書いてますけど、
植え替える頻度とかね、時期、あと用土とかが気をつけるとこですね。今回枯らす原因なんで、植え替えによってどう枯らすかというと、頻度結構ねありますね。毎年植え替えみたいなことしたら多分ちょっとだんだん傷むか即枯れるみたいな、そういう可能性があるなと。で植え替える時でもその鉢と木をちゃんと固定してなかったら、今日すごい風強いんですけど、こういう風の時にねポロンと抜けちゃってね、ほんで気がついたらそこで乾いちゃって枯れるみたいなね、だからその頻度がかなり枯れやすいし、植え替えのやっぱその仕方、あと用土もねこれ書いてますけど、あんまりその木に対して細かい砂、極端に言ったら泥っぽい感じだったら水はけが悪くて枯れるみたいなも多々あると思います。もうやっちゃうとね、やっぱ用土を間違えるのも結構危ないですね。はい、そういうところが植え替え自体はいい場合はあるんですけど、やり方を間違えると結構危ないと。はい、だからうちなんかで、うちの宣伝になるんですけど、うちで買っていただいた方には植え替えはねなるべくサービスで、うちが代わってやりますよみたいなのはお伝えしてますね。プロがやったらすぐタタッと終わったりするんですけど、結構ね道具もいっぱい揃えないといけない作業だったりするんで、その辺難しい作業だから第3位ということにいたしました。では続いて第2位を発表いたします。はい、こちら置き場ですね。置き場の大事なところで日当たりですね。まずもうこれが一番大事ですね、日当たり。あと風通しとか、室内等って書いてますけど、室内はもう日当たりの面でもねかなり悪いんで、室内置いてたら良くないなって。だから置き場で、枯れる原因となると言いますと、日当たりがもう全然ない、少ない、できたらもうずっとね太陽が出てる間ずっと当たっといてほしいんですけど、そういう場合はなかなか、ベランダとかでは作るのは難しいんですが、できるだけ日当たりのいい場所、高さをつけるとかでね、風通しとなると、やっぱその木ってねやっぱジメジメしてたらね枯れやすいんですよ、根腐れとかね。だからやっぱりその乾きやすい、その方のね生活パターン、盆栽管理する環境によってはあんまり乾きやすかったら、夏場なんかその方が枯れるみたいなこともあるかもわからんですけど、基本は乾きやすい状態、風通しのいい状態とかがねいいですね。で室内はさっきも言ったんですけど、日当たりがもうやっぱライトとかではなかなかね弱いと思うんで、これずっと入れてたら多分枯れます。ずっとは多分室内はおそらく無理でしょうね、どんだけ電気つけっぱなしでも。最近は LED ライトのなんか植物用のとかがあるらしいんですけど、試したことないんですけど、もしかしたらいけるかもしれませんけど、よっぽどのことしないと室内は多分枯れますね。でこの日当たりなんですけど、日当たりが悪いだけではねそう簡単に枯れないんですけど、日当たりが悪いとやっぱね乾きが悪くなるケースが多いんですね。そこに水をしっかりやりすぎて根腐れみたいな、そのダブルで、二重の悪いことが重なって枯れるみたいな。でもまずは日当たりが良かったらそういう可能性がかなり減るので、やっぱりそうですね、置き場イコール日当たりぐらいな感じで思っていただいたらいいかなと思います。はい、第2位は以上です。はい、では盆栽のね初心者さんが枯らしやすいトップ5言ってきたんですけど、第1位、多分ねもうここまで来たらよくご覧になられてる方はねこれだろうって分かると思うんですけど、はいドンと水やりですね。もう本当に盆栽の枯れる原因の多分枯れた結果の中の9割ぐらいはもう水やりなんじゃないかなと思うんですね。結局水やりだけじゃなくて他の作業との連動した水やりというかね、いろいろつながってくるんですね。この水やり一つとってもね、単に、春と秋は1日1回とかね、夏は1日2回とか冬は2日に1回とか、もう単純にそれだけじゃなくて、
木の状態に合わせた水やりがねやっぱりいるんで、そういうところのね間違いがやっぱ枯れやすいかなと。さっきも言いましたけど、日当たりが悪い中で乾いてないとこでいっぱい水やって枯らすとかね。あとそうですね、もう、単純に言いましたけど、水やりはもうとにかく乾いてからやる。ほどほどにね、乾ききるじゃなくてやるタイプ、これね乾いたらやるのね定義が難しいんですけど、だいたい僕がよく、やるのは盆栽のその砂のところちょっとね、その盆栽のサイズにもよりますけど、ちょっと掘って5ミリぐらいですかね、ものによってはもうちょっと掘るか、小さい鉢なら5ミリぐらい、大きい鉢なら1センチ弱ぐらい掘る言いますかね。ほんで掘った先が湿ってたら、まだやらないと。でそれぐらいの深さでそこがもう乾いてたら水をやるとね。でこれもねすごく奥深くまで掘ったら大概湿ってるんです、奥の方ってね。だから僕はあえて、1センチから5ミリぐらい掘ったら、木のサイズによりますけど、掘ってそこが乾いてるかどうかぐらいなのを、ちょこちょこ言ってますけど、それでももう木によるんで、もう掘れないようなカチカチなもおったりするんで、それは植え替えが必要だったりするんですけど、そこは砂を掘ってみたいなのができない場合はもうどうしても見てね判断、噛んでいくというしかないかもしれないですけど、大体そういう判断で乾いたらやるを徹底してくださいと。もう湿ってるところにもう何回も何回もねしょっちゅうやってたら、おそらくそのうち傷むか枯れるかします。ただでもねちょっと例外もあって、砂がね植え替えたばっかりサラッサラでね、水がどんどん抜ける場合はね、意外とね多めにやってもそうでもない時もあるらしいんですけど、やっぱり乾いたらやるで、それをとにかく徹底してもらったら、盆栽そう簡単に枯れないとは思います。今回トップ5言ってきましたけども、あくまで僕の個人的なトップ5なんで、いろんな方のご意見あると思いますけど、この辺り気をつけていただいたら、かなりね枯れる確率がぐっと減ると思いますんで、もしよかったら参考にしてみてください。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。